お呼びいたしましょう。皆様盛大な拍手でお迎えください。菅原紗栄子役有村架純さん、成瀬和正役坂口健太郎さん、中町祐介役生田斗真さん、成瀬美紀役中村ゆりさん、ヒロ役三浦友和さん、そして本作のメガホンを取られました黒崎宏監督と、さらに本作の脚本を務められました岡田義和さんです。どうぞ皆様大きな拍手をお送りください。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではまずはご来場いただいた皆様に一言ずつご挨拶をいただきます。まずは有村架純さん、お願いいたします。こんばんは。菅原紗栄子を演じました有村架純です。今日は1話と2話を、ご鑑賞いただいたということで、本当に今日この日を迎えるまであっという間でした。1年前にちょうど撮影をしていて、去年はもう本当にこの「さよなら」の続きの作品で頭がいっぱいだったんですけれど、無事に撮影も終わり、こうしてこの日を迎えることができてとっても、幸せに思っています。ここにいらっしゃるキャスト、監督、スタッフ、脚本の岡田さん、本当に皆さんも素敵な方たちだったので、その方たちと一緒に作品を作れたこともとっても幸せに思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて坂口健太郎さん、お願いいたします。こんばんは、成瀬役の坂口健太郎です。最近は少しずつ肌寒くなってきて、この作品は撮影自体は、去年の、暑い時期、夏の暖かい時期から始まったんですけど、今見ていただいた通り、いろんなこの季節だったりとか四季、いろんなこの景色を皆様に、お届けできたかなと思いつつ、こうやって今ここに立ててるのがすごく光栄に思います。今日は少しでもこの作品の良さが少しでも伝わっていただければ嬉しいなと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて生田斗真さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは、生田斗真です。今日は本当にどうもありがとうございます。本当にこんな素晴らしい作品に、関わることができてとても幸せに思っております。皆様の心の中にこの作品がずっと残り続けてくれることを祈っております。本日は最後までお願いいたします。ありがとうございます。続いて中村ゆりさん、お願いいたします。はい、皆さんこんばんは。ミスりんご娘成瀬美紀を演じた中村ゆりです。7ヶ月間ですかね、この作品に、携わって本当にみんなで力を合わせて作った作品です。皆さん今日は1、2話を見ていただいたと思うんですけど、私は個人的にすごく最終話が好きなので、ぜひ皆さん最後までご覧になってください。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いて三浦友和さん、お願いいたします。こんばんは、三浦友和です。1、2話ご覧になったんですよね。僕ら俳優の特権で最後まで見せていただいて8話までとても素敵な作品でした。2話続きで3話4話と本当に素晴らしい作品ですので期待してご覧ください。今日はありがとうございます。ありがとうございます。では本作のメガホンを取られました黒崎宏監督、お願いいたします。はい、こんばんは。今日はわざわざこうして足を運んでくださり本当にありがとうございます。今日こうやって脚本の岡田さんと、そして素晴らしいキャストの皆さんとこうやって皆さんの前に立つことができて、もう今しみじみと感じているのは、長い長い旅をしてやっとここにたどり着いたって思っています。本当に丁寧にみんなで力を合わせて、毎日全力を振り絞りながら、作り上げた作品です。これだけは自信を持って言えると思っています。
なので今日こうやって1話2話、見ていただいて、本当は監督としては3話からもっと面白いんだから全部見てよってお見せしたいっていう思いはいっぱいですけど、ぜひ明日から、始まるですね配信で最後までこの物語を確認していただけると嬉しいです。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。では最後に本作の脚本をご担当されました岡田義和さん、お願いいたします。はい、こんばんは。脚本担当いたしました岡田と申します。一日早く、皆様にご覧いただいて、今日ここでご覧いただいた皆さんが続きも見たいなと思っているといいなと、心から祈っております。どうか、この先も見届けていただけたらなと思いますし、このメンバーと一緒にここに立てたことが誇りです。自信作です。どうか最後まで見てやってほしいと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それではここから本作について詳しくお話を伺ってまいりますので、どうぞ後ろのお椅子におかけください。私も失礼いたします。そしてここで報道関係者の皆様にお願いがございます。これ以降のフラッシュを使用しての撮影はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。椅子の高さ、皆さん大丈夫でしょうか。大丈夫です。大丈夫ですか。このままでよろしいですか。全ありがとうございます。では改めましてお話を伺ってまいります。まずはキャストの皆様に順番にお話を伺ってまいりたいと思います。いよいよ明日11月14日木曜日17時ですね、午後5時から世界同時配信となりますこのネットフリックスシリーズさよならの続きですけれども、ご出演されて、またご自身の役柄を演じられていかがでしたでしょうか。また作品をご覧になった感想も合わせてお聞かせいただければと思います。まずは有村さん、お願いいたします。はい、なんかこういう時にさ、真面目に答えちゃうじゃん、いつも。真面目に答えちゃダメなの？どういうこと？なんかこうね、しんみりしちゃうというか。確かにね、そうだね。でも皆さんのこの前室の空気といいますか、すごくこうアットホームといいますか、すごく仲がいい雰囲気でいらしたので、はい、ぜひその雰囲気のまま楽しい雰囲気で進めていきたいなと思います。私が演じた菅原紗栄子は、自分の人生を、自分で切り開こうと、常に思っているような女性で、何に対しても常に自分の正義だったり自分の心だったりいろんなことに誠実に向き合って、歩みを進めていた女性だったように思います。で、とてもエネルギッシュで生命力のある印象だったので、そういった要素を大事にしながら、あとはみんながこう紗栄子紗栄子ってついつい呼びたくなってしまうような無邪気さのあるチャーミングな女性に演じることができたら、より魅力的な女性としてお届けできるかなというところで、自分的にも挑戦させていただきました。で、実際に完成した作品ご覧になっていかがでしたか。一度拝見した時は取材もあったので、なんとなくのこう物語を再確認しながら、こういう風に絵がなってるんだなというのも感じながら見ていたので、ちょっとこう客観的に見ることが難しかったんですけど、韓国のプサンに行った時に1話2話お客さんと一緒に見る機会があって、その時に初めてというか涙が出てきて、その時になんか自分がやっと客観的に見れたのかもしれないっていうふうに思いましたね。で、どうしても会いたい人にも会えないっていう、触れたい気持ちだったり声が聞きたいなとも願っても、もう二度と会うことのできないその紗栄子の気持ちだったり、あとはでも片やもしかすると自分の命が尽きてしまうかもしれないという方が、救われる人生を歩んでいる人たちもいて、でミキさんが成瀬さんに対して成瀬さんがミキさんに
もう一度会えたで手術が終わった後に言うセリフでもうボロボロ泣いちゃって、なんかこう本当にそれぞれのキャラクターの思いが交錯してるこの物語なので、もう全ての言葉とか感情がなんかこう痛いほど伝わってくる印象でした。ありがとうございます。はい、今の有村さんのお話も受けまして、坂口さんはいかがでしたでしょうか。そうですね、僕はこの現場中撮影を進めている中では、この自分の、記憶の中にない記憶というか、自分の歴史では経験したことないことがあたかも自分が今まで、現実で本当にこの経験したことのような錯覚を時々やっぱり祐介さんの心臓をいただいてからってフラッシュバックじゃないですけど脳裏にすることとかもあったし、やっぱり僕から出てくるセリフが本当に成瀬のセリフなのかっていうところはやっぱりすごく迷いながら撮影をしてたんですね。だからそれこそ監督だったりかすみちゃんだったり共演者の皆さんに、今ってこれは祐介はどのくらいなんだろう、でも祐介が 100% になっちゃった瞬間にそれって成瀬ではなくなってしまう感覚もちょっと怖かったし、だからそういう意味ではすごく探りながら一歩ずつで、時々もしかしたら2歩後退しちゃう時もあったかもしれないけど、でも成瀬のキャラクター像を作るには本当に少しずつ積み重ねていったみたいな記憶はありますね。それは今回こういった経験は初めてでいらっしゃいますか。こういう役っていうことですか。こういった何か積み重ねていって一歩進んで二歩下がるみたいな。いや現場によってはそういう役作りというか作品の作り方をした経験もあったはあったんですけど、だけどそれってどこか一歩進んだ時にこれは正しいことをしてるっていう確固たるものがあったんです。でも今回で言うと何が正しいのかは分かんないし、何が正解なのかも分かんないけど、きっとそれは正解なんだろうって自分の中になんて言うんだろうな、迷いもちょっと一緒に先シーンを作る上で迷いも一緒に抱えながらお芝居をしてたところもあったんで、だからそう考えると正直今自分が何が正解だったのか分からない部分もあるけど、でもそうやって迷ってること自体が成瀬にとっての正解だったんだろうなっていう感覚はどこか持ってましたね。そういったご経験を経て完成した作品をご覧になってどのようなお気持ちですか。なんかもう会えなくなってしまう人ってやっぱり皆さん愛情っていうもの一つとってももうこれから会うことができないっていう経験は少なからずしたことがあると思うんです。なんかそれが僕は成瀬と祐介さんの感覚を通して表現することではあったんですけど、なんかちょっとだけ背中を押してあげられるような作品になったんだなっていうのは、思いましたね。さよならだけれどもなんか悲しい、決して悲しいという感じではないんですよね。そうですね。そこがなんかやっぱり今おっしゃったようなことなのかなっていうのをすごく私も感じました。ありがとうございます。さあ続いて生田さんはいかがでしたか。はい、僕が演じた祐介というキャラクターは本当に大変責任のある役だなというふうに思って一生懸命させていただきました。1話でねどれだけ祐介の朗らかな笑顔というか太陽のような明るさを表現できるかっていうのが本当に自分自身の課題であったので、その1話での祐介の笑顔をずっと最終話まで皆さんに覚えておいてもらわなければいけない重要な役だったので、本当に大変なプレッシャーの中撮影してたなっていう記憶があります。あとはピアノをね弾くシーンがあったかと思うんですけど、僕本当にピアノ弾いたことなくて、ドってどこですかっていうところから始まってるんですよ。そこからもう半年以上ずっと毎日ピアノと触れて、坂口君もね1年間かけてずっとお稽古されてたってことだったんですけど、すごいそれもプレッシャーでしたね。初めてピアノのレッスンに行った時に、監督も同席されてたんですけど、今回ネットフリックスで生田さん全世界配信ですと音を出して当て振りすることできます、でも僕は嘘をつきたくありませんって監督に熱い言葉を言われて、俺は嘘つきたいなって
嫌だなと思いましたけども、一生懸命やってた甲斐がある素晴らしいシーンに仕上がったんじゃないかなというふうに思ってます。坂口さんもね、それは同じ挑戦だったということなんですね。そうですね、ある程度ちょっと弾けるようになるとどんどん難易度が上がっていくんです。ピアノの先生に最初じゃあこの曲を、じゃあ分かりました練習しますねって弾けるようになった、弾けるようになったと思うと、なんかちょっと監督からもうちょっとアレンジ加えてもいいんじゃないかみたいな話があります。練習しても練習してもどんどんレベルが上がっていくから本当大変でしたね。大変でした。本当大変でした。監督大変でしたという言葉ありますが、本当に申し訳ありませんでしたでも本当にもうワンカットたりとも吹き替えてるカットはないんです。お二人とも全部自分たちの本当に自分の感覚で、本当すごいですよね。もう僕はもう感動しましたいや本当にありがとうございます。まさかご本人が弾いているとはって、手元もすべてでいらっしゃるんですよね。っておっしゃってるってことはあんま気づかなかったってことですね。そうですね。吹き替えだろうみたいな感じでもっと言ってた方がいいかもしれないですね。頑張りましたね。ありがとうございます。そして中村さんもいろいろな挑戦を経ての役柄作りとなったということですけれども、いかがでしたでしょうか。そうですね、二木さんはやっぱりすごくポジティブで明るい人なんですけども、でも実は裏ではすごく悲しい思い、辛い思いっていうものも抱えてるけど、これだけやっぱり大切な人の前ではすごくいつも明るくいて、すごく強い女性だなと思ったんですけど、この作品に入る前に心臓移植を受けた方々のご家族だったり受けた方の手記みたいなものを読ませていただいて、すごくもう普通にポロポロ泣いて、なんかやっぱりずっと隣にいる人がその命の重さみたいなものをやっぱり普通に生きてる人よりもすごく日頃感じて生きてる人だと思うから、こういう強い決断だったりとか明るく逆に入れるんだなっていうのがあって、なんかそれを読んだのがすごく自分がミキさんのキャラクターを作る上でのヒントになって、なんかこの明るい人だからこそもっと悲しいみたいなことが表現できるんだろうなと思ってやりました。先ほど最終話が一番好きとおっしゃっていて、なかなかお話しできないことも多いと思うんですけれども、やっぱりそこには特別な思いですとか印象がありますか。そうですね、なんか本当誰も悪くなくて、でもすごくいろんなものが渦巻く物語ではあると思うんですけど、よくもこんな最終話を書きましたね岡田さんって思いましたそれぐらい素晴らしい終わり方というか、明日から配信ですから一気にね見て最終話までぜひ楽しんでいただきたいですね。ありがとうございます。三浦さんは役作りですとか実際の作品ご覧になっていかがでしたでしょうか。1話2話とご覧になって、僕1話に出てるんですけど、僕北海道とか出てないんですね。ハワイ編だけなのでちょこっとしか出てないんです実は。でそのおかげといいますか、その8話全部見せていただいて、ものすごく客観的に見ることができて、一視聴者として見ることができて、こんなこと言っててどうかわからないけど、普段連ドラって全然見ないんですよなんだけどこれ全部8話までいただいてですね、今日はじゃあ4日間に分けようって思ってたんですね。で2話ずつこう見て止まらないんですよね。これがね辛かったですね。寝不足とか大丈夫でした？いやもうだから今日はよしやめよう、でも4話までは見とこうってそういう連続でしたね。もうとにかくね脚本の素晴らしさがあって、ここにいる人たちがもうみんな素晴らしくて、一番感動したのはその女性がね強いんです。凛としてるんです。そこにすごく感銘を受けましたね。とにかく絵が素晴らしいです。最近見たというか皆さんのイメージする北海道ではないと思います。小樽も全然違う、いわゆる小樽じゃない素晴らしい絵だし、ハワイの絵もそうですし、でそれを生かしてくれた監督の演出も含めて、こんな素晴らしい作品にちょこっとですけどね出られたことがとても光栄です。
はいいや皆さんからちょこっとじゃないよっていう声が出てます。いいポイントでね、友川さんガッと出てくるんですよ。そうですねここできたかっていうそうなんですね、それがたまらないですよね。明日ねちょっと確認してあり皆さん見がとうございていたます。だいてフォローありがとうございます。さあ続いて黒崎監督にお伺いいたします。黒崎監督は岡田さんとこの本作の立ち上げの際からもう綿密なリサーチを重ねて本作の制作に至ったということなんですけれども、制作で大変だったこと、ご苦労されたことですとか、ドラマが完成してここに注目してほしいポイントだというところがありましたらお聞かせください。先ほどから話が出てるみたいに岡田さんが書いてくれた脚本は本当に温かく素晴らしい脚本で、やっぱりその、人間の生きることと死ぬことっていうことを扱った作品でもあるので、だからこそ小さなところで嘘をつきたくないなっていう、先ほどのちょっと嘘の話になってしまいますけど、嘘つきたくないなという、できるだけ自分たちの本当の気持ち、本当のシチュエーションを用意して皆さんに演じてもらって、その力を作品の中に注いでいきたいっていう思いが強くて、そして先ほどのピアノの話にもつながるわけなんですけども、なので、できる限りのみんなの真心を込めて作った作品で、そのことには自信があるなと思っています。先ほど三浦さんが景色のことをおっしゃってくださいましたけど、やっぱりこの作品の中に生きてる人たちが本当に息づいてるっていう、生活をしてるっていう感じを出したくて、だからロケーションには徹底的にこだわって撮影をしました。北海道の小樽、それからハワイ、そしてニュージーランドのいろんなところで場所の力をお借りして、スタッフはもう本当にそこに生活をするようにずっと泊まり込んで長いロケーションをやったんですけども、なので、とてもとても力強くて美しい景色が皆さんのお芝居を支えているんじゃないかなと、そういう物語なんじゃないかなと思っています。ぜひその気分もですね、一緒に味わっていただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます。そして岡田さんにお伺いいたします。今回脚本は岡田さんの完全オリジナルストーリーということですけれども、どのようなきっかけでこの作品を作られたのか、また出来上がったドラマをご覧になってどのような感想をお持ちでしょうか。お願いいたします。はい、このドラマのプロデューサーの岡野プロデューサーとは、ずっと長い付き合いで、いつでも次に何をやろうかという、ゼロからスタートする話し合いをしてるんですけれども、ある日の雑談、まだ日本中コロナだった頃、緊急事態宣言が明けてやっと会えるという日に、2人で話している時に、岡野プロデューサーのお父様が少し心臓の病気で入院されていて、そこでその主治医の方との会話の中から、どうやら心臓移植においても記憶が転移することはあるらしいという話をその時聞いて、そしてその時になんて言うんでしょうか、ラブストーリーにおいてこういうことがあったらいいなみたいな素敵なファンタジーではなくて、そういうことがあるという前提として考えると、それは今回のドラマでいう紗栄子さん、成瀬さん、美紀さんにとっては、とっても結構実は辛いラブストーリーになるんじゃないかなという感じがして、本当に誰も悪くないのになんでこんなに辛いんだろうっていう、ことが強い愛情の物語として書けるんじゃないかなというふうにその時は思いました。それがきっかけです。はい。で実際にそういった実際の話から生まれたストーリーということですけれども、いろいろな努力だったりいろいろな話し合いを経て形になったこの作品、ついに明日配信開始ですけれども、どんなお気持ちですか。そうですね、本当に脚本ももう本当にもう30何年ぐらいこの仕事をしてるんですけど、こんなに書き直したことはない、そういう時間をいただいたこともありがたかったし、撮影にもすごく時間がかかっていて、
このドラマ本当8話あるんですけど、俳優さんはすごく少なくて本当に少数精鋭で、だから素敵な人の素敵な芝居をたくさん描けたというふうに思っていますし、撮影とか照明とか美術とか、とにかく絵を作ってくださった方たち、芝居を作ってくださった方たちが本当に超一流なんで、ちょっと自分の仕事とは別のものとして見て、これはちょっと誇れるなというふうに、思いましたし、はい、なので楽しんでいただけたらなというふうにすごく自信を持ってお勧めしたいです。ありがとうございます。さあ、そして本作は鑑賞後に恋愛トークですとかいろいろな議論が盛り上がる作品ということで、宣伝キャンペーンでは作品の内容に沿ってさまざまな問いかけをしております。ということで、ちょっとここからはですね、趣向を変えまして、その中から一つずつ皆様に問いかけをさせていただいてお答えいただきたいなと思います。まずは有村さんにお伺いいたします。もう会えないけれど会いたいと願う人はいますか、という問いかけなんですが、いかがでしょうか。はい、います。どの方ですか。祖父母ですね。はい、もう会えないんですけれども、その中でも祖母が、自分に伝授してくれた料理のレシピがあって、もうそれが大好きすぎて、もうなんなら作りすぎて、あれこれ自分で考えたのかなっていうぐらいもう愛着を持って、はい、大切にしています。差し支えなければどんなお料理ですか。ポテトサラダなんですけどいいですね、はい、家庭の味がね、はい、祖母のオリジナルというか、ちょっと一手間加えたポテトサラダで、それが本当に美味しくって、祖母がまだ生きていた時に教えていただいて、そこからずっと、はい、作っています。じゃあそんな味を教えてくださったおばあ様にはい会いたいということで、はい、ありがとうございます。さあ、続いて坂口さんにお伺いします。はい、好きな人が他の誰かに惹かれたらあなたはどうしますか、というちょっとそれはちょっとね、ファンの方は難しいですねドキッとする質問ですね。まあでもその時の関係性によるんじゃないですかね。その自分とその自分が愛している人のまあ身を引いてしまうだろうなって考える自分もいつつ、もう一度振り向いてもらえるように動くだろうなっていう自分もちょっと両方いるんですけど、でもどこか仕方ないなって思うところのが強いかもしれないですね。自分で言うと、その誰か別の方に惹かれた瞬間にやっぱりその僕にはない何か、すいません、魅力みたいなものがきっとあったんだろうし、まあすごく悲しい瞬間なのかもしれないけど、まあ出会いも縁だと思うし、その別れてしまうことも僕は縁があって別れるっていうこともあると思うんで、まあそれがもしかしたら恋愛だけではないのかもしれないですけどね、好きな人が好きな友人でもそうかもしれないですけど、どこか仕方ないなって思おうとしてる自分はいるかもしれないですね。前向きな感じで身を引くみたいな、そういう選択もあるかなっていうことですかね。そうね、なんかネガティブに引いてしまうと多分自分がその後ずっとそれを引きずられてしまう気もするし、もうそれはどこか仕方なかったんだ、そういう縁だったんだなって思ってしまうかもしれないですね。ありがとうございます。では生田さんにお伺いいたします。はい、運命を信じたくなる出会いをしたことはありますか、ということですが、いかがでしょうか。すごい質問ですね。そうですね、かなり深いいやでもやっぱり、まあ、でも運命って聞くとなんだか偶然的なたまたまな要素が強い言葉に聞こえるけれど、でもなんか自分の力で手繰り寄せて手に入れた縁とか機会っていうのも一つの運命なのかなっていうふうに思っていて、なんかまあね、三浦先輩たちの前であれですけどね、キャリアがね積まれていくと、
10年15年前に一緒に仕事を共にしたスタッフとまた再会できたりキャストと再会できたりしてて、なんかその時はまだ入りたてで新人だったのに、今度はすごく偉い立場にチーフカメラマンとかになって現場でご一緒したりするとすごく嬉しいなっていう気持ちになりますし、なんかどこかでまた会うだろうなっていうのは肌で感じていた時もありますしね、そういうのも一つの運命なのかなというふうに思います。また運命で人だけではなかったりしますもんね。そういったお仕事ですとかね、いろんな運命があります、はい、ありがとうございます。続いて中村さんにお伺いいたします、はい、大好きだった人と似た人を好きになったことはありますかということです。いかがでしょうか。紗栄子さんのような場合は理解できますが、似た人だから好きになったんだよねって言われた人の気持ちはどうでしょうか。はってなりますよね。だからないですかね。ないですか。好きっていろんなね角度からありますからね、移り変わったりはしますよね。ちょっと新しく好きになった人に失礼かなって思っちゃいますね。そういう相手の気持ちも考えてなしということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、最後に三浦さんにお伺いいたします。愛する人にもう会えないと分かったらあなたなら何を伝えますかという、こちらもちょっと深い問いかけなんですが。残酷な問いかけですね、それはね。だから愛する人に別れて結局亡くなるっていうことですよね、きっとね。難しいですね。20代でも40代でも50代でもつい最近でもいろんな意味で愛する人っていうのをね亡くしているんですよ、もうこの年になるとね。でもその時に亡くなる前にその人にかける言葉はないですね。励ましもできないし、それからやっぱりなんか頑張れっていうのもおかしな話だし、でそこでなんか思いを伝えるとそのままなくなってしまうような気もするし、真面目ですいません、そんな感じですかね。はい、ありがとうございます。皆さんも作品を見るとこういった問いかけに対していろいろと話し合ってみたくなるような作品ですので、ぜひ皆さんそういったお知り合いとお話をするきっかけにもなればと思います。ありがとうございました。さあ、そして実は明日の配信初日は舞台となりました北海道の小樽にて舞台挨拶が行われるということで、有村さんと坂口さんお二人が参加されるんですよね。で配信もございますのでぜひご覧いただきたいんですが、そんな有村さんと坂口さんに生田さんと中村さんから一言エールをかけていただけますでしょうか。小樽行くんですよね。小樽に行かれるということで生田さんからお願いします。坂口君って本当にコミュニケーション能力が高くてですね、小樽でもなんかロケ現場に知らないおじさんがゾロ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 って入ってきて、おやおや誰だろうなと思ったら坂口君が最近よく通ってるバーのオーナーの何々ですみたいな人がいっぱい来るんですよ。差し入れとか持ってきて、でそういう人たちをたくさん小樽で作ってくるコミュニケーション能力の高い方なので、おじさんたちによろしく。わかりました。はい。作品を通して現地にたくさんお友達ができて、そうです。なんかお邪魔してると皆さん撮影やってるんだよねっていうのをなんか聞きつけてくれるというか、そういう食事に行ったりはどうしても夜とかはするじゃないですか。その時に本当に飲み屋ので隣にたまたま座ってた方とかとちょっと仲良くなったりして、ロケやるんですって言ったらいろいろいただいたりした時がありましたね。また会えたらいいですね。そうですね。ありがとうございます。中村さんも一言エールお願いします。カニの季節ですね。確かに。食べてきてください。はい。確かにって言うとちょっと後から恥ずかしいこと言ってみます。あと寒くなってるらしいので厚着してってくださいね。はい。ありがとうございます。それでは最後にご登壇者の皆様を代表いたしまして、坂口さん、有村さん、ご来場の皆様、そしてこれから本作をご覧になる皆様に見どころとメッセージをお願いいたします。坂口さんからお願いいたします。はい、今日は皆さん本当にありがとうございました。
もう監督もいろんなキャストの方々もみんなやっぱ口を揃えて、本当に今回の作品って、ワンチームというか、いろんなこの部署、いろんなもちろん、キャストもそうだし、殺傷6いろんな人たちのこの力が合わさって、そこに小樽、北海道の小樽だったりとか、ハワイでの撮影だったりとか、なんか本当にいろんな方々の力が集まって、できた作品です。愛情っていうものは普遍的なものだとも思うし、もちろんこの成瀬だったり紗栄子だったり祐介だったり美樹さんだったり、その人生を経験したことのある人ってもちろんいないとは思うんですけど、どこかこの作品を見て彼らの生きた証というか、彼らの生き様、彼らの考えだったり気持ちに共感できる一瞬があれば、きっと素敵なこの皆様の中の作品集の一つに加えていただけるかなと思うので、明日から配信が始まって面白かったらいろんな友人だったり、知り合いの方に勧めていただいて、この作品を少しでも大きくいろんな方の目に触れることができるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ明日から配信楽しんでください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて有村さん、お願いいたします。この作品は、人は愛されたこと、そして人を愛したこと、その記憶は永遠に色あせないというようなことを大きなテーマにしていて、その大きなテーマがお一人お一人の心に届いてくださると嬉しいなと思いますし、また皆さんの、愛した人、愛している人を改めて思い直すきっかけとなる作品になることを願っています。そしてこの作品に、皆さんが魂を込めて、説得力のあるものに、キャストスタッフ一同、思いを込めて、撮影させていただきました。そういった一人一人の、愛情、支えの気持ちが、画面にも私は映っていると思います。そして自分がこの作品に参加させていただいている中で、この言葉を言うのはちょっと違うのかもしれないけど、彼女たちの生き様が、皆さんに純度高く届いていってほしいなと思います。本当に私はこのチームに参加することができて、とても嬉しいです。明日から明日の17時から配信が始まります。ぜひ米津さんの、書き下ろしてくださった、主題歌も合わせて楽しんでほしいなと思います。今日はありがとうございました。